アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッタムは次のように仰いました。暑さが激しい時は、礼拝の時間を涼しくして、遅らせて行いなさい。なぜなら、激しい暑さは地獄、ジャハンナムの熱気から生じるものだからである。また、地獄の火はその主、アッターに、主よ、私の、あまりの暑さに一部が他の一部を食らい尽くしてしまっていますと訴えた。そこで主は、地獄の火が年に2度呼吸することを許された。一度の呼吸は冬に、もう一度の呼吸は夏にである。それゆえ、夏の激しい暑さはあなた方が感じる。地獄の火の最も激しい熱気であり、冬の激しい寒さはあなた方が感じる。地獄の最も激しい極寒、ザムハリールなのである。サヒーフ・アルブハーリー536番、537番。ハディースの解説。イスラームの方、シャリーアーにおける寛容さと優しさの現れは数多く存在します。その柔軟性の一つが、困難や苦痛を避けるために礼拝の時間を遅らせる猶予です。このハディースの中で、預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッタムは、暑さが激しい時は、礼拝の時間を涼しくして行いなさいと煽っています。涼しくする、イブハードとは、強烈な暑さが和らぐ時間帯のことであり、その意味は、正午直後の強烈な炎天を避け、時間が十分に広くあるうちに、少し遅らせて礼拝を捧げなさい、ということです。決して日没間際まで遅らせるという意味ではありません。ここで対象となっているのは、ズフル、正午の礼拝です。なぜなら、その開始時刻こそが最も暑さが激しくなるからです。その理由は、預言者の激しい暑さは地獄、ジャハンナムの熱気から生じるものである、という言葉から明らかです。ここにある知恵は人々の負担を軽減することにあります。なぜなら、あまりの暑さは礼拝における、心の平穏と不臭を奪ってしまうからです。地獄の熱気、ファイハとは、その凄まじい熱量、広がり、そして呼吸を意味します。続いて預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムは、地獄の火が自らの主、アッターに訴えたことを言及されました。私たちが感じる激しい暑さは、その地獄の燃え盛りと熱気の一部なのです。アッターはご自身の全能の力によって、地獄に意識を与えて言葉を語らせ、年に2度の呼吸をお許しになりました。呼吸とは、体内から空気が出入りすることです。冬の呼吸の際には、地上の気候が激しく冷え込み、夏の呼吸の際には、地上の気候が激しく熱くなります。これは、地獄の苦痛には、熱、灼熱だけでなく、寒、極寒によるものもあることを示しています。解説から得られる信仰の要点。イスラームは平易な宗教、猛暑の際に礼拝を遅らせる、イブハードの制度は、この宗教がいかに優しく合理的であるかを示しています。ムータジラ派への反論、地獄は審判の日にしか創造されない、と主張するムータジラ派の言い分が誤りであり、地獄がすでに存在し、現在も機能しているという明確な反論となっています。どのようにを問わない信仰。これは私たちが、どのようにして地獄が話すのか、などと詮索せず、そのまま信じるべきハディースの一つです。アッターは万事に全能であられ、審判の日には人間の手や足さえも言葉を発してその行いを証言するのです。あらゆるものに言葉を語らせるお方が、地獄に言葉を与えられたのです。学した者たちは、クルアーンの次のお言葉を根拠にしています。その日、彼らの舌、手、足が、彼らの行いについて証言する。ゴミツアキ第24節。何一つとして、彼、アッターを称えて少年、ジクルしないものはない。夜の旅章第4節。山々よ、彼、ダーウードと共に主を称えなさい。サバー章第10節。それら、山々は夕暮れ時にも、日の出の時にも、主を称える。サード章第18節。我、アッターが地獄に向かって、お前は満杯になったか、という日、地獄は、まだありますかと答える。カーフ章第30節。このようにクルアーンには多くの例があり、これらは比喩ではなく、すべて、現実の出来事として理解されます。また、次のお言葉も同様です。地獄が遠くから彼らを見るとき、彼らはその怒り狂う音と、吐息を聞くであろう。基準章第12節。地獄は怒りのあまり、張り裂けんばかりである。体験章第8節。科学的要因と宗教的、不可視、要因の調和。ここで、ある人が、これは現代の科学的な現実と矛盾するのではないか。冬の寒さは太陽が頭上から遠ざかり、
斜めに差し込むからであり、夏の暑さはその逆であると知られているが、と疑問を呈するかもしれません。これに対する答えは、次の通りです。科学的な理由は、感覚的に捉えられる、物理的な原因です。しかし、その背後には、啓示、ワヒーによってのみ知ることができる宗教的な原因が存在します。これら二つは決して矛盾しません。夏に太陽が頭上に位置して激しく熱くなる際、アッターが地獄に呼吸をお許しになることで、太陽の熱気がさらに増幅されると考えられます。同様に冬の場合も、太陽が南に傾いて頭上から遠ざかることで物理的に寒くなりますが、同時にアッターが地獄の極寒、ザムハリールの一部が外に出ることをお許しになり、気候をさらに冷え込ませるのです。このようにして、啓示によって捉えられる宗教的原因と、人間の感覚によって捉えられる物理的原因の二つが同時に成立しているのです。